皆さんこんにちは、あずです。旅とランニングを楽しみながらフルマラソンサブ 3.5 に挑戦しています。今日はですね、最近よく聞くゾーン2トレーニングを行っていきたいと思います。ゾーン2トレーニングとは何かちょっと調べてみました。これはですね、最大心拍数の大体6割から7割程度で行う、強度のトレーニングということで、220マイナス年齢、これが最大心拍数を算出する計算式となっています。私の場合は今43なので220マイナス43で、最大心拍数が177になります。でこれに、6割から7割をかけるので、だいたい106から124程度になってきます。普段ですね、私はこの Amazfit のウォッチを使って心拍を測ってるんですけれど、それの心拍ゾーンを見ると、だいたい算出した心拍ゾーンと一致しているので、これが目安にしていいかなと思っています。体感的な目安としては、よく言われるのが会話できる強度で行うこと、大きく息が乱れない、長時間、続けやすい、心拍というふうに言われていると思います。であとは効果の部分ですけれども、持久力が向上する、脂肪をエネルギーとして使う能力が高まる、心肺機能が強くなる、筋肉のミトコンドリアが増える、そして、回復しやすい、怪我のリスクが比較的低い、速く走るための土台になると、こういうことが挙げられているようです。ちょっとね、私今走力が落ちてきてしまっていると思うので、こういったゾーン2トレーニングを取り入れながら、しっかり土台固めをしていきたいなと思っています。でですね、今日はこの Amazfit のウォッチだとちょっと心拍がおそらく高めに算出されていると思うので、夫にですねポラールの心拍計を借りて今胸に装着しています。これを目安にですね、今日は動画を撮っていきたいと思います。はい、それでは、河川敷を10キロ程度走っていきたいと思います。ちなみにね、ここは越谷駅近くのところなんですけど、菖蒲園が今綺麗に咲いています。はい、では早速行ってきます。よーいスタート。はい、今ね、スタート時の心拍は90ないぐらいでした。106から124の間だから多分7分台だよね。7分半とか8分に近いかもしれないね。もう今104あるよ。今8分14です。本当かな？ 8 分。今ですね、8分切るぐらいで、今もう120ある。あれ？もうダメ今もう122だから、もうこれ以上上げられないですね。そうすると今7分50ぐらいですね。走り始めだからね。そっか。もう125になっちゃった。今ですね、128ぐらい。ちょっと下げないとですね。なかなか難しいな。今7分46。やっぱり8分近くなっちゃいますね。今ですね、ちょうど1キロほど走りまして、ようやく心拍がちょっと落ち着いてきましたんで、私のこのジョグをねご覧いただいてもつまんないと思うので、僭越ながら今後のスケジュールですとか目標などを少しお話しさせていただければと思います。ちょっとでも息上がっちゃうね。はい、今
1キロ137ぐらいですね。喋りながらだとちょっとやっぱ上がっちゃいますね。はい。で今後のですねレースのスケジュールはですね、今こんな感じを予定しております。まず、来月が、7月24日富士登山競争、これはね5合目コースに出走します。これね山頂コースの権利獲得には、2時間20分切りを、する必要があるんですけど、これは結構ね高い目標かなと思いますんで、まずは完走を目標にしたいと思っています。はい。で8月はですね7日にハイロックス、千葉、これは女子オープンシングルで出場いたします。これも今いろいろトレーニング一通りやってみています。はい。ランニングにもね体幹トレーニングになって、結構ね、体力づくりにはいいと思います。はいはい。でね、8月は1ヶ月北海道の札幌に住む予定でいます。でね、ここでは4つ大会に出ます。まずは北海道マラソン、去年はね4時間28分ちょっとでした。暑くてね大変なんだけど、でもやっぱりそこでなんとかね4時間切りをね達成したいと思います。で次が翌週の稚内平和マラソンに出ます。北海道のねもう一番上のところですね。初めて行くんですごい楽しみです。そして、あとは2期のフルーツワインマラニックに出ます。いやワインがねエイドで出るんですよ。でお酒飲めない人はブドウジュースもあります。で走った後はジンギスカンをね食べて帰ってきます。今回はアメタビさん夫妻と一緒にですねグループで楽しんでいきたいと思います。10キロとね15、6キロの部がありますんで、はい、これも楽しみですね。本当はフランスのメドックマラソンにずっとね前から出たいと思ってるんですけど、多分なかなかね時間と費用と難しいところがあるんで、それがね北海道で叶うということでものすごいね楽しみです。そしてもう一本が、網走マラソン、これもねランネットですごく人気のある大会だと思います。でこれはベストを狙うというよりは、エイドがすごい魅力的だと聞いているので、ここでは、いろいろ食べ尽くして堪能したいなと思っています。今喋ってたら146までやっぱ上がっちゃいましたね。で北海道に1ヶ月滞在した後は1回バンクーバーに飛んで、そこからシカゴ入りをします。10月のシカゴマラソンを走ります。東京に引き続きね一般当選しました。クオリファイタイムを持っているとそれでエントリーもできるんで、夫はその方式で出走権を手にしたので、これも2人で走ります。でそのシカゴの翌週にトロントマラソンがあるので、せっかくなのでこれは走ってきます。でその後はですねメキシコに飛びまして、そこで、しばらく長期滞在できたらいいかなと思っています。アメリカ行くの初めてだしメキシコも初めてなんで、ちょっとねなんか不安もありますけど、でも楽しみです。でねメキシコはね結構ランニングが盛んみたいで、1個ね
まだエントリーしてないんですけど、モンテレーマラソンっていうのに12月走ろうと思ってます。ローカル大会もね結構多いみたいなんで、地元のランニングクラブに参加したりだとか、なんとか情報を得ながら現地のねマラソンを楽しみたいと思ってるんで、そういった動画をね皆さんにお届けできたらと思ってます。今 5.3 キロぐらい走ってね、130、ちょっと高いね。でちなみにね、走行距離はね、昨シーズン年間で鳴らして見てみたらだいたい140キロ前後でした。でもね、やっぱちょっとどっか痛くて走れないとか、練習サボったりとかで走ってないとやっぱ100キロ割っててね、1回だけ結構頑張って最高でも200でした。でもやっぱり月160から180ぐらい夏頃とか頑張って走ってた後ですね、2、3ヶ月後ぐらいにはやっぱりちゃんとそれが効いてきて結果につながってたと思うんで、やっぱある程度ね走り込みは必要なのかなと、それがねよく分かりました。今日はね6月の10日で、これで70キロぐらいになるんで、一応ここからはですね月200キロを目標にやっていきます。なんかキジがいる。ここは元荒川の河川敷を走ってまして、天気がいいとね冬場なんか富士山がどんと見えます。今6キロ135ペースだって8分超えてるんだけど、そうか、喋ってるとはいえやっぱ結構負荷がかかってるみたいです。でも昨日練習してないし、あなたはどんぐらいなの？今俺心拍計つけてないから正確じゃないけど、いつも100切るぐらいかな。こんぐらいだったら100切るんだ。すごいね。今138だね。でちょっとウォーキング入れて、そう137なっちゃうんだよね。歩くとね、そうちょっと8分20で今9キロです。やっぱさ、喋ると、心拍に影響を与えるんだね。ようやくこれで123だ。ちなみにね、ここ5月はね、ものすごい鯉のぼりが優雅に泳いでました。さあ12キロですね、走ってきました。結構ね足が疲れました。8分12。はい、終わりました。お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。12キロ走ってきました。平均ペースがね8分15でね、1時間40分近くかかりました。はい、結構時間かかりますね。でね、平均心拍が136ということで、結構ねその124以内に抑えて走るのが難しかったです。数値的にはねゾーン3のトレーニングになってしまいました。はい、心拍はね最初128か7分47で走り始めて、やっぱちょっと高く出ちゃったんでペースをね下げてって、8分とか、8分40までペースを下げて、でそれでもね心拍が130
超えてたんですよね。なので途中でウォーキングを加えて、そうすると心拍が10ぐらいは落ちた感覚がありました。はい、そうね。ちょっとね数字だけ見るとゾーン3トレーニングになってしまったんですけれど、喋りながら比較的長い時間運動し続けられる強度っていう範囲内には収まってたと思うので、自分的にはゾーン2トレーニングと言ってもいいんじゃないかなとは思いました。結構ねその天候とか気温とか外部環境ですね、あとは自分のコンディションによってもですね、この心拍の数値は変わってくると思います。で今日はねブルックスのシューズを使って走ってましたんで、このシューズによってもある程度強度は変わってくるんじゃないかなと思います。はい、というわけで今回はゾーン2トレーニングを行ってみました。今日ね初めてやってみたので、今後もですねこのようなトレーニングを続けてみて、で自分の心拍数値が下がっていくのか、どんな風になっていくのかですね、ちょっと実験してやってみたいと思います。今日はね夫に借りた心拍計ポラールのですけれど、胸につけてって、ここね結構苦しくって、でブラトップの下に挟んで使ってたりしたんで、サイズが合わなかったんだよね。なんで私はちょっと腕にはめるパターンの心拍計を買おうかなと思いました。はい、というわけで今回も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が少しでも役に立ったよ、良かったよと思っていただけましたら、ぜひ高評価、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。またね。